一個また新しい感覚をもらった。そうするとグリップも面白いでしょ。じゃあフロントが効いてるのがすごい分かりますね。舵が効いてこう頭が入ってきて曲がるっていうのがここはすごい分かりますね。さっきの感じにはもう戻らないとか言ってなんで確かにバランス崩れた感じ。なんかアクセルにする。そうするとアンダー出た。普段ブレーキとかいや、手前で使う分にはいいですよ。途切れさせないようにっていうと結構繊細にしてやるトントンぐらいで。この間トムさんのあっこでいろいろやってた時ってブレーキ入れてあれこう残してたわけじゃなくて、アクセルちょい残しの要は最初の方一番最初以外の最初の方はブレーキ使ってました。使ってもいいんですよ。うまく流れを作れるんで。俺作れないからブレーキ使わないんです。このブーって言ってアクセルこれ疑似的フロントブレーキっていうあれがついてる距離がついてるからできるんです。細かい感覚はそうか今までそうかだからブレーキっていうなんていうんですかね、完全オフじゃないけどそこはね、そうなってのブレーキっていうのはアクセルちょい残しの感じです。初めて聞いたそんなこと言う人だって実車でも走ってる時クラッチはオフにしないでしょ。そういうことですよね。そうだからハイブリッドはまだフロントブリーがあるからアクセルオフにしてても回ってる感覚はあるから多少オフはできるけど難しくなってきたここをシュート入っちゃってもここ苦しいですもんね。だからここもこっち側からシュッシュッシュッってやってここも加速区間でブレーキ、でブレーキっていうかねアクセルオフで吸い上げてやるんですよ。ここも直線区間とかになる。曲げるアクション入れてから後ろに回すってことですよね。加速減速してないんですよ。だからもう苦しくなって落ちるんですよ。減速はちゃんとしないと流れない速度でそうそうなんか進入のラインがちっちゃいもんで立ち上がりで膨らんでる感じですね。そうですね。準備ができてない感じですね。でもこのブレーキだとグワッと向き変わるじゃないですか。ブレーキをこうコンって入れるだけでビーってなるから、ある意味簡単なんですけど、そうやって曲がってないんですね。荷重を使ってない。ブレーキいやいや癖がなんだからこのためにはブレーキ使ってないっていうかまあ上手い人は初めてでブレーキ使えるけどですね。とりあえずで最初はこうしっかり軽くしてもうその辺からブレーキっていうかアクセル緩め出す、早めにそこから辺から緩め出すで曲がるで加速でブレーキ緩める加速緩めるブレーキっていうとどうしてもそうコツンってやってしまうイメージになってしまって13って話した頭が切り替えるんですね。違うってやってから雰囲気に全然違うよ気が。ここでしっかり加速入ったら加速失敗した。タイヤを縦にしっかり使ってやることですね。そうですね。右に使う外の右に。外。
ですね。いやいや、ちょっと失敗した。これかけて、そうそう、あんだ出るでしょ。これもまだ練習中ですよ。ただこうやって曲がれるんですよ。うまくいく。難しい。もう手前ができてないと、もうあんだ難しい。難しい。しかないんです。この車も分かりやすい。俺の車ね。なんだろうな。メリハリがないんですよね。メリハリですね。ほら曲がるアクセルで曲がれるんですよ。意識してグーってやりましたもん今そしたらもうアクセルで簡単に曲がれるから。ここ難しいですねこれ。難しい。しっかりカットして、しっかりカットしてったら入れすぎちゃうんですけど、ほんのちょっとなんか2ミリぐらいの間で調整する。加速にもそうです。すごい。グリップした時にめちゃくちゃ曲がるんですよ。はい。ただグリップした走行じゃなくて、ちゃんとそこは分かってやってやらないけど全然違いますよね。ハンドルが使って曲がってる感じ。今もほら。ウィーン。いやちょっと失敗したけどでもコントロールできるでしょまだ。あ、じゃあ遅いかな。今ちょっと、まあでも大丈夫。加速して。あ、遅い。今アクセルを大きくしたから。あ、めっちゃ曲がる、めっちゃ曲がる、めっちゃ曲がる。ね。うわ、すげえ、全然違う。タイヤ使って走ってる感じが。ここでちょいちょいやりすぎ。難しいっすね。そうすると荷重の流れが止まっちゃうから。ここでも一回そのフロントに乗せをやりながら侵入してって言って、全然高くで売れたりする。侵入ラインも大事ですよね。そうです。でもちゃんと回してやると結構ダウが効くからコントロールできる。面白い。ただ乗り上げても全然変くない。永遠グリップやってる時もなんかわかりますね。だからドアナ先生の気持ちはわかるですよね。飽きないですよね。うまい。あ、ブレーキ入れちゃった。曲がらない。あの角度じゃ曲がりにくいんで。今ちょっと抜けられたけど、でもまあ。突っ込みすぎちゃうね。突っ込みすぎですよね。もっと手前で減速してやらないと。そーっと車の声を聞いていかないといけない。2005年ルールが改定されたら2030年にガソリン車廃止とか、あれ新車のなんか加速がちゃんとできてない。そうだ、忘れとった。どうやってやるの？加速難しいですよね。抜けちゃうからあんまり乗れない。意外となんかシャーシとかジャッキがこんな減るともう結構飛び込むんですよね。全然違った。本当はすごい弾力ついたり。今のはでも入れすぎなの。フロントに入れすぎるから。乗せすぎ？数が乗ってで途切れちゃう。悪くないんですけど。加速が甘い。なんだろうな。あ、そうか、それで。フロントに曲がんない。やっぱこっちの国内の方で買い占めて、とりあえずこっちに置いといて、解決されたら、この間も短いところ加速して取って、ひねってねじって実車の例えば山道とかぐらいだったらそういう感覚が使えるわけですよね。山道じゃなくて普通の平坦な道でもできますよ。なんかこうイメージはコーナーからコーナーへの期間がなんていうんですか、真ん中に戻してる時間がない感じじゃないですか。ずっとこんな感じ。
そうか、常にどっかに乗せて加速足りんかったんだよね。乗せるっていうよりかは、なんていうかな、乗せるっていうと、なんか、どっか一輪だけになるんですけど、そうじゃなくて、全体でこう、グリグリって回す。今までどうしてもなんか、左ギアとか右ギアに乗せるとか、フロントに乗せるとか。そう、なん一個ずつな感じですよね。なんか難しい。そうすると、外側だけじゃなくて、内側も替えに変える。はい、そうです。カウンターが当たっちゃうんですね。だからアクセルでコントロールしながら、こう、鍵を絶対思うと思います。あれ、やっぱ、海外に日本で合わせたエンジンの設定がなんか違う感じれるフロントの存在感。あ、ブレーキ入れちゃった。いや、ブレーキ、いや、悪いことじゃないですよ。減速するためにブレーキするのはいいと思います。そうそう。ただ走っとっただけで今。だから、もうほんのちょっと加速しないと。危ない、壊れたから。やるでしょ。なるんですよ。楽しくて。慣れてくると帰ってやるっていう。どんどんスピード上がってくると思うんですよ。グリップ力も上がると、もう思いっきり突っ込んでくるんで、間違いない。よかったー、壊れんっつって。いや、帰る頃にはバンパーがボコボコになってますよ。いや、それだって毎回必ず足を持ってます。いや、でも、これしようから多分足は折らんですよ。多分、こうバンパーが割れるんで。だってそんなレベルじゃないでしょ。あ、ブレーキ入れちゃった。いや、いいね。だから、アンダーコントロールできたでしょ。はい。コントロールできたでしょ、今。途切れてないから。悪いことじゃないんですよ。上手い人は使うんだよ。ブレーキ入れた方が楽ですよね。あ、また入れちゃったブレーキ。楽なように感じるけど、コーナーのコントロール系がなくなる。なんて途切れると。はい。あ、分かれてる気がする今。違うって言ってる。いや、遅いかな、僕も。簡単だけど。短時間的にブンって入れるんじゃなくて、ブーンっていうフロントの。だから、エンジンブレーキ使って減速してるなって。グリップで例えばさ、すごい走るときは、でもなんか、おふってってやってる時間はないんですよね、ほとんど。もう、スポーツ走行してるときは。それとはちょっと違う感じで、グリップ走行してた方がいいです。だから一緒ですよ。だから、なんか結構、あれですか、割とブレーキとかも結構、突っ込んで我慢しちゃう感じがあるんですよ、グリップ走行って。だけど、その手前で減速するでしょ、エンジンブレーキワンワンって減速するでしょ。ね、ファストアウトをしっかり先に減速とけど立ち上がりでたったの踏めるっていうことなんそう、もっと繊細に感じ取らないかもね。もう回してる感じで、どうしても、なんていうんですかね、最初に伊藤さんがやってる、ゴールセンターで、ああ、はい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 。ですよね。そうすると、一時的になんか上がった気がするけど、グリップが。でも、その後のコントロールがすごい強い。そこまでちょっと飲み込められてないかも。なんで説明するか分かんないんですけど、
まだやる練習言葉にしないと伝わらんけど、言葉に置き換えること難しいですも作業ですね、仕事というか。ね。そうするとだいぶなんか曲がりやすいですよ。今まで違う感覚これ。ただ走っただけっていうのはより浮き彫りになってきたんですよ。なんかタイヤのブレーキ感がある。フロントすごい感じれる。いやリアもある。今まで思えばだからやっぱりリアだけだったんですね。なんかこう走ってる感じが外側のタイヤとか練習してる感じ。交互でこれを感じれるといいな。でもできると思う。できると思うんですよね。より繊細に多分なってるといらっしゃるのかな。まあやってみればいいですよ。クリップするとその調整も分かるでしょ。分かりやすい。そうそう、今このそのブレーキでゴツンってやるんじゃなくて、だからゴツンってやったらこう風が途切れちゃう。上手い人はブレーキ使えるんですけど、まず最初は使わない方が風の流れって分かりやすいじゃないですか。ボディが曲がってる。なるほど。今までにない感覚。調整するときもそのクリップして調整してやれば分かりやすいのかな。自分のは超分からんけど。その今この感覚が楽しいですね。前が聞いてるのよくわかる。そうすると他の車の運転も変わってくる。どうあったああやっちゃった。待て。ああ、面白い。難しい。